今回はバルーンさんのシャルルの弾き語りギターについて解説します。この曲はフラワーのバージョンとバルーンさんのセルフカバーバージョンがあって、キーはそれぞれ B フラットメジャーと C シャープメジャーまたは D フラットメジャーになります。で、弾き語りギターの観点から見たこの曲の特徴なんですけど、バンドサウンドが主体になっているということです。まずパッと聞いた感じ、エレキギターが少なくとも2パート以上はあって、リードギターとリズムギターで、ドラムとかベースとか、そんな感じになってるんですけど、ちゃんと聞くとそれぞれのパートが割と別々に印象的なフレーズとかリズムを演奏してるんですね。単純にテンポが速めだしテクニカルで演奏がむずいってのもあるんですけど、そのバンドサウンドをアコギ一本で弾く際にどういう風にアレンジするかってのを考えるのが難しい方かなと個人的には思ってます。私はギター講座動画いくつかやってきたんですけど、その度にギターのストロークをどうやって考えるのか、どういう理由でそういう弾き語りギターアレンジにしたのかという考え方の部分を話してきています。でもこの曲はエレキギターはこういうリズムパターンだけどドラムは違うリズムをやってるみたいなことがあって、アレンジする際の根拠が複数あってどう弾くかを絞りにくいんですね。なのでこういう弾き方もあるんだって感じで見て、最終的に好みなやり方で弾いてもらえるといいかなと思います。それではイントロから解説していきます。まずいきなりアルペジオから始まるんですけど、左手の押さえる音自体はそんなに複雑じゃないです。でもちゃんと弦を押さえないと音がビビりやすくなっちゃうので、それが結構目立ちやすいので注意です。私も良くなっちゃうんですけどね。アルペジオの部分が終わると後半からはピックでジャカジャカストロークをしていくんですけど、途中でピック持って弾くってやるの結構時間かかるんですよね。なのでそれに備えて私は最初からピック弾きでアルペジオも弾いてます。あるいはピックを持ちながら右手の中指薬指を同時に使って指弾きをするチキンピッキングっていうやり方があるんですけど、それでも OK です。若干指弾きしてる部分の方がピック弾きよりも音が丸くなります。このやり方だと指弾きとピック弾きを瞬時に切り替えることができるので便利ですね。ここのアルペジオが速すぎてどうしてもできねえっていう人は一旦ピックを置いて普通の指弾きで練習してみるといいかもしれないです。親指を5弦、人差し指を3弦、中指を2弦に当てておくとすごい楽に弾くことができます。このアルペジオの部分は2小節でひとまとまりのフレーズになってるんですけど、2小節目の最後のこの部分、ここはハンマリングプリングっていうテクニックを使います。2弦の開放弦を弾いて左手の人差し指で1フレットをこうペチって叩くようなイメージですね。でそれができたら左手の人差し指をこう下に向かってこう引っ張るイメージですね。でちょっと極端にやるとこんな感じの音が出ます。これを自然にできれば OK ですね。ちょっと納得のいく音が出るまで練習してみてください。で、イントロ後半のストロークする部分に入る手前のつなぎの部分っていうんですかね。で、G コードを弾くんですけど、ここはダウンストロークで4回ジャ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 っと弾きます。で、ここは4回とも同じ強さで弾いても別にいいと思いますし、1回目と4回目のピッキングだけ少しアクセントをつけて弾いてもいいですね。で、ここからはイントロ後半です。イントロ後半のコード進行はなんとなくこんな感じにしてみたんですけど、前半のアルペジオと同じコードフォームで押さえた方がもしかしたら原曲っぽい雰囲気が出るかもしれません。つまり C メジャーセブンスにしてあるとこはナインスの音を
コードのトップノートとして弾くという感じです。私はこのオープンコードの C メジャーセブンスほぼ手癖みたいな感じで取り入れちゃってるので、好みな方でいいかなと思います。で、イントロ後半のストロークパターンですが、ここは個人的に2種類の解釈があると思っています。まず一つはリードギターのフレーズのリズムを取り入れたストロークパターン。で、もう一つがドラムの4つ打ちのリズムを基調としたストロークパターンです。で、後で解説するんですけど、ドラムの4つ打ちのリズムってずっと続いていくので、4つ打ちを意識したストロークっていうのはサビの方で採用しています。変化をつけるために複数のストロークパターンを曲中で使い分けるような感じですね。で、イントロはリードギターのリズムに寄せるとは言ったんですけど、一応4つ打ちのニュアンスもちょっと取り入れるために、四分音符の頭拍のタイミングでアクセントをつけて弾くようにしましょう。で、アクセントをつける際にところどころ右手を使ってミュートしながら弾くようなテクニック、ブラッシングっていうんですかね、そういうのも取り入れてやってます。あとコードチェンジのタイミングなんですけど、私は四分音符2拍目の裏で、ちょっと食い気味にコードチェンジをしているんですけど、普通に2回目のブラッシングが終わった直後でも OK です。ブラッシングが1、2、このタイミングでコードチェンジ。1、2、このタイミングでコードチェンジ。A メロのストロークに関しては今回はなんとなくイントロと同じにしたので、次 B メロの解説に移ります。B メロはエレキギターに寄せたストロークとベースに寄せたストロークの2種類があると考えました。今回はベースのリズムに合わせたリズムパターンを採用してます。理由としては結構表拍でズンズン刻むような、ドラムの4つ打ちとも親和性の高いフレーズを弾いてて、で4つ打ちのリズムを基調としたノリを出したかったからです。原曲のベースラインをよく聴いて覚えて、ベースを弾くタイミングでコードを弾きます。ちなみに音の重さを出すためにブリッジミュートを使いながら全部の音をダウンストロークで弾いてます。途中の深い青で満たしたの直後にギターの16分音符の3連符ブラッシングの音があるので、もし余裕があればここのギターの3連符のニュアンスを取り入れてみてください。で、B メロの最後はドラムのフィルインのフレーズに寄せた感じでアクセントをつけていきます。かなり手数が多くてリズム感が要求されるんですけど、もしできたら原曲のドラムに近い雰囲気が出せるので、ぜひやってみてください。このアクセントの位置を覚えるためには、一回太もも叩いたりして覚えるといいかもしれません。試しに叩いてみるとこんな感じになります。このアクセントの通りにギターで弾くようなイメージですね。次にサビの解説に移ります。サビは2種類のリズムパターンで弾いてます。まず最初の4小節がドラムの4つ打ちに寄せたストロークです。
は16ビートのニュアンスも取り入れてるんですけど、基本形はこれですね。で、これにっていうのをちょっと細かい刻みを入れたような感じですね。で、4つ内に寄せるので、この四分音符のタイミングでアクセントをつけます。次の4小節はエレキギターのリズムと音階に寄せたストロークです。B7 のとこはちょっとためを入れるっていうか、キレよくジャーンって弾くよりも弦を一本一本鳴らすようなイメージでダウンピッキングするとちょっと哀愁が出ていいと思います。サビの最後はイントロでも出てきたジャ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 ですね。8分音符の3連符です。で、間奏とか2番とかは基本的に1番と同じやり方で弾けるので、省略して1番と違う部分だけ解説しようと思います。で、次は2番の A メロの最初ですね。ここは1番の A メロと違ってずっと一定のストロークをしてるわけじゃなくて、原曲では複数のエレキギターによるフレーズの掛け合いみたいな部分があります。この掛け合いのニュアンスを少し拾いつつ、難易度的にも弾き語りがギリギリできるようにしたかったので、このようなアレンジにしています。かなり歌いながら弾くのが難しいと思うので、ゆっくり練習しながら、その歌詞のリズムとギターのリズムをそれぞれ完璧に把握して、どこのタイミング、どこの拍で重なるか、確かめながらやっていくといいと思います。朝焼けとあなたのため息、街は僕らの夢を見てる。あと1番とちょっと違うのは2番の B メロの最後で静かにならないっていうことですね。1番では G コード弾いた後静かになったとは思うんですけど、2番ではブリッジミュートと16ビートのアクセントをうまく使ってニュアンスを出します。次に C メロについて解説します。C メロもギターが掛け合いしてて難しいんですけど、とりあえず一部のエレキギターの音だけを拾ってやってみました。ここを弾く時の意識としては、ブリッジミュートを混ぜながら若干なんかディレイがかかってるみたいな雰囲気で弾くっていうことですね。ここの音も厳密に言うとその音と結構違うんですけど、あまりギターの譜面が複雑すぎても歌いながら弾くのむずいかなと思ったので、若干簡略化してます。で、C メロを終わるときは静かに消えていくようなイメージなので、単音でコード進行のルート音だけを弾くようにしてます。5弦の3フレット、5フレット、6弦の3フレットですね。最後のサビなんですけど、コード進行の各コードを1回ずつ静かに噛み締めるように弾くようなイメージです。ピッキングを優しく右手の振り方もゆっくり弾きます。見えないなのところで一瞬無音にするために完全に音をミュートしてからメリハリをつけて思いっきりジャーンと弾きます。はい、いかがだったでしょうか。
テンポも速いし、いろいろ難しいし、これ歌いながら弾けんのっていう感じだと思うんですけど、結構いろんなテクニックを盛り込んだので、ギター単体で練習してみてもいろいろ身につくんじゃないかなと思います。単純に曲もめちゃめちゃかっこいいので。もし何かわからないことがあればコメント欄で教えてください。それではご視聴ありがとうございました。